In this video, we'll cover these topics as we guide you through the process of filming a solo video blog or vlog featuring a camping trip. それでは今からテントの設営や料理、景色などを撮影していきたいと思うんですけれども、その前にまずはこちらにある撮影機材とカメラの基本的な設定をご紹介していきたいと思います。今回はこちらの Z30 というカメラを使用していきたいと思います。こちらのカメラのメリットはまず小型軽量という点ですね。そして液晶がバリアングル式になってますので、様々なアングルでの撮影を楽しむことができます。なのでソロの Vlog 撮影にとても便利なんですね。あとはレンズ交換式になっています。今ついているレンズが 16mm から 50mm までズームできるレンズになっています。その他に望遠ズームレンズと単焦点レンズを持ってきました。レンズ交換しながら様々な表現を楽しんでみたいと思います。次に三脚をご紹介します。三脚があると安定した映像を撮ることもできますし、今回ソロキャンプのように一人で撮影するときはカメラから離れて撮影することもできるのでとても便利です。次にトライポッドグリップをご紹介していきたいと思います。このようにミニ三脚として使用することもできますし、足を閉じていただくことによってグリップとしても使用することができるようになっています。そうすると安定して自分撮りを楽しむことができますし、リーチが長くなるので自分だけじゃなくて背景もフレーミングしやすくなってきます。今こちらに MLL7 というリモコンがついています。こちらは遠隔で操作をすることができるようになってまして、これを装着することによって手元で動画撮影を開始することができるようになっています。次はストラップです。ストラップは首からぶら下げられるっていうだけではなく、手持ちで撮影するときに手ぶれを抑制することができるのでとても便利です。動画は音も重要です。風が強いときはこういったウィンドマフがあると便利です。このようにカメラの上に装着していただくことによって風の音を低減することができます。そしてより音にこだわりたいときは外付けマイクを使用してみてください。よりクリアに音を収録することができます。最後に ND フィルターをご紹介していきたいと思います。ND フィルターはレンズの前に装着することによってレンズに入る光の量を調整することができます。そして動画撮影の時にはこちらのバリアブル ND フィルターというのがあるととても便利です。回していただくことによって ND フィルターの濃度を変更することができますので、明るいシーンで撮影するときはこういった ND フィルターを使用しましょう。カメラだけでも動画は撮影できますが、こういった機材があるとよりクオリティの高い動画を撮影することができるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それではカメラの基本的な設定をご紹介していきたいと思います。今回はこちらの設定で撮影していきたいと思います。撮影する時のポイントなんですが、カットごとにあまり設定を変更しすぎないようにしてください。特にピクチャーコントロールやホワイトバランスをカットごとに変えてしまうと、後から1本の動画に編集した時に統一感のない動画になってしまうんですね。なので最終的にどんな映像にしたいのか、撮影する前にしっかりと考えて設定するようにしておきましょう。それでは三脚にカメラを設置しました。このように三脚を使用するときは手ブレ補正をオフにしてください。手ブレ補正と電子手ブレ補正の2種類がありますので、両方ともオフにしてくださいね。で、なぜオフにするかというと、手ブレ補正というのは手ブレを抑制するための機能なんですけれども、三脚に設置している時にその手ブレ補正が効いてしまって絵が動いてしまうという可能性がありますので、そちらをオフに設定していただければと思います。あとは人物を撮影する時におすすめの設定があります。
まずはですね AF エリアモードをオートエリア AF 人物に設定していただきます。そうすることによって顔や瞳を優先してピント合わせを行ってくれます。そして今回は設営しているシーンを撮影するということで人物が常に動いている状態になるんですね。でこんな風に動く被写体を撮影するときはフォーカスモードを AFF に設定していきます。今回はこの設定で撮影していきたいと思います。設営の雰囲気が伝わりやすいようにまずは引きの絵から始めていきたいと思います。こんな風に遠隔で撮影するときは構図の中に今自分がどう映っているのかなっていうのを確認しやすいようにこちらのスナップブリッジというアプリを使用しながら撮影を行っていきたいと思います。今このスマホとですねカメラが接続されている状態になるんですけれども、今こちらで私がどういう風に映っているのかっていうのを確認しながら撮影することができます。でなおかつカメラの設定を遠隔で操作することもできますし、あとは写真を撮ったり動画撮影の開始のボタンを押したりすることができるようになっています。では早速撮影していきたいと思います。動画撮影開始を押します。はい、これで動画が撮影開始になりました。ではですねこのテントを広げるところを撮影していきます。はい、という感じで、撮影が終わったので動画を停止します。引きの絵だけではなくってこのペグを打っている寄りの絵を撮影していきたいと思うんですね。で寄りの絵があるとメリハリが出るので引きと寄りを含めながら今回は撮影をしていきたいと思います。ではこんな風にカメラを近くに設置できる場合はこのバリアングルのモニターを使用するととても便利です。自分が見えやすいところまで傾けていただければ自分が今どういう風に映っているのかっていうのを確認しながらですね自分撮りを楽しむことができます。ではこの状態で録画を開始していくんですけれども、今回は AF エリアモードを変更していきたいと思います。こんな風にピントを合わせる場所が決まっている場合、あとは一定に固定したい場合、そういった場合はですねシングルポイント AF もしくはワイドエリア AF がおすすめです。今回はワイドエリア AF L を選んで撮影を行っていきたいと思います。ではペグを打って動画を撮影していきたいと思います。タッチでピント合わせを行います。ピントが合っているのを確認して、ではこの状態でレックボタンを押してペグを打っていきます。はい、という感じで寄りの絵を撮影することができました。これからもちょっといろんなカットを撮影していきたいと思います。はい、こんな感じで設営が終わりました。それではこの辺りを散策しながらいろんな被写体を見つけていきたいと思います。キャンプ場近くの見晴らしのいい場所にやってまいりました。ここではこの綺麗な風景を撮影していきたいと思います。安定した動画を撮影するためにこちらでもこの三脚を使用していきたいと思います。風景などは揺れてしまうよりもしっかりと安定していた方がこの風景の美しさをストレートに伝えやすくなると思います。まずはこの風景の広がりを表現するために広角側の 16mm を使用していきたいと思います。風景を広く表現するときは水平線や地平線がまっすぐになるように意識してみてください。そういったときは水準器を使用すると便利です。このディスプボタンを何回か押していただくと水準器を表示することができます。黄色くなっている線が緑色になった瞬間が水平がしっかりと取れている状態になります。その状態にして撮影を行ってみてください。次は望遠ズームレンズに付け替えてみました。こちらのレンズは 50mm から 250mm まで撮影することができるレンズになります。一番望遠側の 250mm で撮影を行っていきたいと思います。そうすると遠くに見えている被写体を
引き寄せて画面いっぱいに大きく表現することができるので、ダイナミックな動画を撮影することができると思います。こんな風に風景に物理的に近づけないようなシーンはズームレンズがあると便利です。標準ズームレンズや望遠ズームレンズを使用することによってさらに表現の幅が広がると思います。次は下に降りてさらに波打ち際の撮影を行っていきたいと思います。ということで砂浜にやってまいりました。今回はこの手持ちで撮影をしながら安定した動画を撮影していきたいと思います。そういった時に使用するのがこのストラップなんですね。こんな感じでピーンとストラップを貼っていただくことによって首と手と脇の3点でしっかりと固定することができます。カメラを上の方に構えてしまうと脇が空いてしまいますので、下の方に構えてみてください。しっかりと手と脇がくっつきますので安定してホールドすることができます。ストラップが長い状態ですとピーンと張った時に手が伸びてしまいますので、少し短めの設定にしてあげるのがおすすめです。今度はカメラの設定をご紹介していきたいと思います。手ブレ補正をオンに設定していくんですけれども、I ボタンを押していただくと2種類の手ブレ補正が搭載されています。まず1つ目の手ブレ補正がレンズに手ブレ補正が搭載されている場合、これをオンにすることができます。そうすることによってしっかりと手ブレを抑制しながら撮影を楽しむことができます。そして2つ目が電子手ブレ補正というものです。これもオンにしていただくことによってより強力な手ブレ補正を効かせながらですね、撮影することができます。ただこちらの電子手ブレ補正の注意点は少し画角が狭くなってしまうんですね。今回はより強力に手ブレ補正を効かせながら撮影を行っていきたいと思いますので、2つを掛け合わせながら撮影を行っていきたいと思います。そして使用するレンズですね、標準ズームレンズの 16-50mm を使用していきたいと思います。手ブレ補正は望遠側だと結構目立ってしまうんですね。なので広角側のだいたい 16mm から 24mm 側で撮影を行っていきたいと思います。次は料理を撮影していきたいと思います。よりこの美味しそうに表現する方法をご紹介していきたいと思います。そこでポイントになってくるのがシズル感です。シズル感というのはよりこの料理が美味しそうに見える、そういった映像のことになります。例えば立ち上がる湯気だったりとか、溢れる肉汁だったりとか、そういった美味しそうに食欲をかきたてられるような、そういった動画のことをシズル感のある動画と言います。今回は単焦点レンズを使って撮影していきたいと思います。単焦点レンズを使用することによってよりボケのある映像を楽しむことができるんですね。でこのボケ感を生かすことによって自分が見せたい美味しそうな部分っていうのをしっかりと強調しながら撮影することができるんですね。なのでこちらのレンズを使用して撮影していきたいと思います。で設定なんですけれども、撮影モードを M モードに変更していただいてF 値を一番小さくなるように設定していただきます。今私がつけている単焦点レンズは F1.8 まで小さくすることができるので F1.8 に設定しながら撮影を行っていきます。それでは早速撮影してみたいと思います。はい、こんな感じで料理が出来上がりました。たくさん作りすぎてしまったんですけども、この料理をまた撮影していきたいと思います。次はピント送りというテクニックをご紹介していきたいと思います。
まず設定からご紹介していきたいと思います。フォーカスモードを AFC に変更します。そしてタッチ操作の設定をタッチ F に変更します。そうすることによって自分がピントを移動したいところを画面上長押ししていただくと、そちらにピントが合うようになります。とても簡単に設定ができますので、ぜひチャレンジしてみてください。日が傾いてきました。雲の隙間から光が漏れて、それがとても美しいです。この空の動きを動画で表現していきたいと思います。こういった時はタイムラプス動画がおすすめです。タイムラプス動画というのは一体何かというと、時間の経過を圧縮して早送りしたような動画のことを言います。まずですね、この設定を行う前に動画モードの状態で構図を決定するのがおすすめです。16対9の表示のまんま構図を決定してからぜひ設定を行ってみてください。設定は細かくいろいろと行う必要があるんですけれども、大まかにだいたいどれぐらいの時間の出来事をですね、どれぐらいの動画に圧縮したいのかに合わせて設定を変更してみてください。今回はこういった設定で撮影していきたいと思います。あと撮影する時の設定のコツなんですけれども、ある程度設定を固定することですね。今回はホワイトバランスとピクチャーコントロールをこの設定で固定しました。固定することによって一連の動きをですね、こうパラつきなく動画として表現することができます。今から早速撮影を開始していきたいと思います。今回みたいに被写体の動きがあるシーンだったりとか、目で分かりにくいような変化もですね、タイムラプス動画で撮影することによってその変化を面白く表現することができます。ぜひ皆さんもやってみていただければと思います。すっかり暗くなったので火を起こしてみました。やっぱりキャンプといえば焚き火ですね。この焚き火をより幻想的に表現していきたいと思います。今から撮影するのは暗いシーンなので、まず単焦点レンズを使っていきたいと思います。料理の時にも使用したレンズになります。そしてこのパチパチっていう音の臨場感も一緒に表現したいので、外付けのマイクを使用しています。そしてこの焚き火の動きをですね、幻想的に表現するためにスローモーションで撮影を行っていきたいと思います。スローモーションの撮影を行う場合はフレームレートを変更していきます。フレームレートを変更するときに 30p4 倍スローというのもあるんですけれども、今回は 60p に変更しながら撮影していきます。なぜ 60p かと言いますと、30p4 倍スローの場合は4倍の遅さで再生されるんですね。なのでこの火の揺らめきがゆっくりな動きになりすぎてしまって、この臨場感が伝わりにくくなってしまいますので、 60p で撮影していきたいと思います。 60p で撮影するときに気をつけることが2つあります。まず1つ目が 60p で撮影した動画をスローとして使用する場合は、後から動画編集ソフトで速度の変更をしていただく必要があります。2つ目はシャッター速度です。シャッター速度はフレームレートの2倍に設定していきます。今回は 60p で撮影するので125分の1に設定して撮影していきます。そうすることによって滑らかな映像に仕上げることができます。ではこの火の揺らめきを表現していきたいと思います。はい、すべての動画が撮影し終わりました。そしてここで編集もやってみました。今回はこのタブレットを使用しながら編集を行っています。
こういった時にスナップブリッジを使用するととても便利なんです。スマホやタブレットに写真や映像を飛ばすことができるので、こういったロケーションでもパソコンいらずに編集を楽しむことができるんです。そして編集の時に気をつけているのが音楽選びです。イメージに合った音楽を選ぶようにしているんですね。今回はキャンプのイメージに合わせて音楽選びをしてみました。そして音楽のテンポに合わせてカット編集をしてみるのもとても大切なことだと思います。では今回どんな動画になったのかご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。こういった綺麗な動画が撮影できるとキャンプやお出かけが楽しくなると思いますので、ぜひ皆さんも Z30 で動画撮影をチャレンジしてみてください。